はい、どうも、明智ピロシキです。サマーランポです。お願いします。今回解説するキャラクターは、プロフェッサー・ジェラルドです。ジェラルドだ。はい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 。はい。ドクター・エッグマンの祖父にして、シャドウの生みの親。最新作、ソニック・シャドウ・ジェネレーションズや、映画、ソニック・ザ・ムービー3での活躍が予想される人物ですよね。それらの作品でもキーパーソンになるであろう、このジェラルドのことを解説していくんですけど、今回は、世紀の天才科学者が世紀の大犯罪者として処刑されるまでの壮絶すぎる人生。ここがすごく味わい深いんで、この点にフォーカスしてご紹介しようと思います。なるほど。一人の男の物語として面白すぎるんで、ジェラルドのことを全く知らない人も楽しめるようにしてるつもりなので、ぜひ皆さん聞いてみてほしいなと思います。我々あけたまチャンネルでは、ソニックがもっと面白くなるをテーマに、ソニック歴20年以上のオタクが解説、考察、ゲーム実況などいろいろ投稿しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。では早速参りましょう。はい、お願いします。彼の人生について細かく見ていく前に、ジェラルドのことを全く知らない人もいるかと思うので、基本的な人物設定を紹介しておこうと思います。はい、お願いします。まず本名はジェラルド・ロボトニック。教授の意味を持つプロフェッサーをつけて、プロフェッサー・ジェラルドと呼ばれていることが多いですね。見ての通り人間の男性です。年齢は明かされてないんですけど、見ての通りおじいちゃんですね。結構ご高齢な印象ですよね。で、エッグマンやマリアの祖父ですね。で、最近明かされた情報によると、ジェラルドには2人の息子がいて、長男の子供がマリア、次男の子供がエッグマン、つまりイーボという構成らしいですね。なんでよく知られてますけど、エッグマンとマリアはいとこ同士の関係なんですよね。そういうことなんですね。で、そのおじいちゃんがジェラルドという構図になってます。なるほど。余談なんですけど、ロボトニックっていう名前、これもともと海外でのエッグマンの名前だったんですけど、海外ではエッグマンはドクター・ロボトニックっていう名前だったんですね。ただソニックアドベンチャー2でジェラルドが登場して、ファミリーネームとしてロボトニックが使われたんですよ。ジェラルド・ロボトニックとして。それによって日本でもエッグマンは本名のファミリーネームはロボトニックだということで定着していきます。なるほど。じゃあそれ以前は別にエッグマンはエッグマンとして過ごしてきていて、ここからロボトニックっていう設定が付与されたみたいな形になるんですかね。エッグマンはニックネームで、本名は別にあって、そのファミリーネームはロボトニックですよっていうのをエッグマンももう公言していくようになるんですね。日本の方でも。それがソニックアドベンチャー2からってことなんですね。はい、そうですね。なるほど。身長170センチ、体重88キロということで、エッグマンと比較してみるんですけど、エッグマンは身長185センチ。でかいんだよね。でかいですね。で、体重が128キロ。重いね。重いな、エッグマン。ジェラルドもね、普通に身長は平均ぐらいの高さなんですけど、エッグマンと比べると全然差があってですね、おじいちゃんで縮んじゃってるっていう説もありますけど。なるほど。で、このジェラルドなんですけど、ソニックアドベンチャー2やアニメソニック X の時は普通の体型してるんですけど、シャドウ・ザ・ヘッジホッグに登場する際にはちょっとふっくらしてまして。そうなんだ。もうなんかエッグマンっぽいふっくらさを身につけていて、本当に88キロかっていうぐらいのちょっとプロポーションにはなっているので、ここはね、詐称してる可能性がありますね。研究のストレスでドカ食いした時期があったんですかね。そうなんですかね。という体型ですね。なるほど。代々続く優秀な科学者の家系の出身で、自身も世紀の天才科学者と呼ばれるほどの頭脳の持ち主ですね。なるほど。ジェラルド以前も研究者の家系なんですね。そうですね。ここはあまり知られてないんですけど、ソニックライバルズという日本未発売のゲームで、エッグマンネガというキャラクターが登場するんですね。でこのエッグマンネガはエッグマンの子孫という設定なんですけど、そのエッグマンネガがエッグマンを憎んでいる理由として、代々科学者の家系であった自分の血筋がエッグマンのドジによって怪我されてしまったと。だからエッグマンを憎んでいるんだっていう設定がありまして、由緒正しき家系だったのに何してくれてんだエッグマンっていう切れ方してんだ。そうですね。なるほど。でそのセリフから考えると、ジェラルド以前も科学者の家系だったと考えるのが妥当ではないかということですね。なるほどね。具体的にそのジェラルドの親とかが登場するわけではないので、あくまでも推察にはなります。なるほど。生物学、遺伝学、宇宙物理学、ロボット工学、建築、占星術など様々な学問分野を極めていると。すごっいうことですね。多岐にわたるね。はい。まさに万能の天才とされたレオナルド・ダ・ヴィンチのような存在ですね。ダ・ヴィンチだ。人知を超えた発明をすることからか、アルケミスト、錬金術師とも呼ばれてたらしいですね。かっこいい。そうなんだ。名乗りたいよな。アルケミスト。通称アルケミスト。かっこいいな、ジェラルド。かっこいいですね。
他にも古代の文献を読み解くことのできる熱心な考古学者でもあって、カオスエメラルドをはじめとした古代テクノロジーにも精通してました。本当に手広く研究されてる方なんですね。ちなみに趣味はモデルガン収集だそうですね。意外な趣味。意外なミリタリー趣味と。そうなんだ。いうことですね。モデルガン収集。まあだからそういう兵器みたいなものにも少しこう興味があったってことなんですかね。なるほど。まあこうして見ていくと、やっぱり天才科学者であったり、まあそういうモデルガン収集が趣味だったりと、まあちょっとエッグマンとね、通ずるところって見た目以外にもいろいろあるなという印象があるんじゃないかと思います。ただエッグマンとの大きな違いとして彼の性格があるんですね。ジェラルドは基本的に仲間思いで家族思いの人物なんですね。これはジェラルドの、まあ、いろんなシリーズでのセリフの端々からこう読み取れるんですけど、結構研究室の仲間の身を案じたりとか、まあ、そういう仲間思いの一面っていうのが見え隠れするんですよね。なので、まあ、エッグマンと違って孤高の天才タイプではなかったんじゃないかということが、まあ、推察されます。なるほど、天才は得てして孤独になりやすいってなんかよくねいろんな話でも聞きますけど、まあ、ジェラルドに限っては結構いろんな人との交流もあったし、人思いなところがあったというところかな。そうですね。割と社交的だったんじゃないかなと思います。あともう一つポイントとしてはその研究の目的ですね。まあ、いろんな研究をしているわけなんですけども、そのジェラルドの研究っていうものは基本的には人類のために研究していると公言してるんですね。まあ、こういった研究者なんて探求心の塊みたいなところあるじゃないですか。まあ、誰かのためにというよりも自分の興味があるからやるみたいな。確かに。まあ、そういうタイプの研究者って多そうですよね。でその自分の研究が結果的に人のためになるよねみたいなタイプも、まあ、いるんじゃないかなと思うんですけど、ジェラルドはそうではなくてですね、もう人類のための研究なんだよっていうこと。なるほど。自分の研究ベースでそれを人のために役立てようではなくて、もう人のために役立つ研究をしようっていうマインドの持ち主なんだ。そういうことですね。なるほどな。となると、まあ、エッグマンとはちょっと違った思想を持ってるんだなっていうのも分かっていただけるんじゃないかなと思います。確かに。そんな彼の一番有名な仕事の一つがスペースコロニーアークの建設ですね。スペースコロニーアークもジェラルドが作ったんだ。そうなんですね。ここね、日本のプレイヤーは意外と知らないんですけど、海外の攻略本とかだと結構この辺が語られててですね、ジェラルドがアークを建設してますよっていうのがはっきり書かれてるんですね。なるほど。人類初のスペースコロニーということで、その直径が数キロに及び、10万人規模の新たな植民地であるとともに当代随一の研究施設として作られましたよというのがソニックアドベンチャー2の攻略本に書かれてます。なるほど。でかいっすよね。でかいね。まあ、そもそも10万人とかそういう規模感なんだなっていう、ゲームやってるだけだとその規模感もあんまり分かんないですもんね。そうだね。本当に小さいエリアしかゲーム上では走ることができないので、こんなでかい施設だったんだっていうことですよね。まあ、ここで様々な兵器とか生命の研究が行われていくんですけれども、まあ、特徴としてスペースコロニーアークの外観ですね。最初はこうなんか球体というか、なんか岩の塊みたいな感じだけど、それがこうバーンと割れて出てくるんですよね。顔が。こう自分の顔なんですよね。あれね。そう、ジェラルドの顔なんですよ。あれ。だから自分の顔を衣装に使用しちゃうっていうのがね、ジェラルドもなんだっていう。そうなりますよね。これエッグマンのセンスっておじいちゃん譲りなんだっていうこれ思ったよな。ことですよね。そんな風にしちゃうっていいんだ。確かにね、あんだけ大型な施設、すごい自己主張で攻めてるじゃないですか。なかなかでその住んでた10万人たちの気持ちどんなもんだったのかなって思いますけども、まあ、ちょっと顔はジェラルド顔っていう感じですよね。なるほどな。でゲーム内でテイルスがこうスペースコロニーアークのことをベルナール級型スペースコロニーって呼んでるんですよ。ベルナール級型。ちょっと聞きなじみのない言葉ですが、ベルナール級っていうのは一応こう現実世界でちゃんと研究されていたものでして、長期の居住地として設計された宇宙居住地、スペースコロニーの一種なんですね。イギリスの科学者ジョン・デズモンド・バナール氏という方がですね、1929年に提唱したものらしいです。でベルナールっていうのはこのバナールさんのフランス語読みですね。そうなんだ。バナールがベルナールになってるんですね。提唱者の名前からもじってるってことね。そうですね。でこのバナールさんによると、本来ベルナール級型スペースコロニーっていうのは対象人口は2万人から3万人っていう想定だったらしいです。そうなんだ。それよりもでかいわけですから、スペースコロニーアークっていうのは。そうだよね。人口も10万人いるわけだし。おいおいと。超巨大施設を宇宙へ。これも一大計画ですね。一大計画です。なるほど。これを主導していたの
のが一応ジェラルドということなんですね。すげえ、ジェラルド、そうなんだ。発案者とか目的っていう建設に至るまでの経緯って詳しくは語られないんですけど、おそらくは連邦政府ですね。ソニックアドベンチャー2でも登場した大統領が治めている連邦政府からの支援を受けていたんじゃないかなと思います。ジェラルドがそのコロニーを作るにあたってね。で、コロニーでの研究っていうのはもう本当に多岐にわたるんですけど、そういった研究成果っていうのを連邦政府や軍ですね。こういったところに提供するっていう、そういった協力の約束のもと、支援を受けてアークの研究をしていたんじゃないかというふうに、明智は考えています。なるほどな。この規模感、ジェラルドの個人のね、ポケットマネーだけで成立するわけないもんね。どこかしらのそうですね、スポンサーがついてたというか、それが連邦政府なんじゃないかって話だね。なるほど。ジェラルドとね、他のキャラクターとの絡みとかを考えていくと、そう考えるのが妥当かなと思います。この辺は本当に本編の方では語られてないので、ちょっとあくまでも考察になるというところはご了承ください。はい、了解です。天才科学者のジェラルドにとっては、もうこれ以上ないほどの好待遇というか、めちゃくちゃいい環境をもらったなっていう状況ですよね。確かにな。もう好きなだけ研究できるし、宇宙でしかできない研究とかもあるだろうしね。これからいろんな研究はかどるわーっていう、ワクワク状態だと思うんですよね。確かに。ジェラルドとしてもこうホクホクの研究施設だったってことですよね。そういうことですね。自分の顔にしちゃうくらいだしね。確かにね。相当嬉しかったんだろうな。相当嬉しかっただろうね。そしてアークでの研究生活が始まっていくんですけど、そんな最中、孫娘マリアが誕生します。ここで登場だ。実際マリアがどのぐらいのタイミングで生まれたのかっていうのは明かされてないんですけど、一応マリアがアークで生まれたっていうことは明かされているので、ここで誕生してくるわけですね。なるほど。で、孫娘が生まれて嬉しい。ただですね、生まれながらに難病を患っていたんですね。で、マリアは医療研究施設内でしか生活できないということで、そういったところでの生活を余儀なくされます。で、ジェラルドはそんなマリアの病気を治すために全力を注いでいくんですね。なるほど。マリアちゃんが生まれてきた喜びと、でもマリアちゃんが抱えてる難病とっていうところでちょっと心境としては複雑かもわかんないけど、でもこんだけね、いろんな学問に精通しているジェラルドですから、なんかこう医療の知識とかもあったりしないかななんて期待しちゃう部分もあるんですけどね。そうですね。ジェラルド自身も医療的な知識を持っていたんじゃないかなと思います。そういう研究施設もあるしね。なのでジェラルドのその実力であれば、マリアの病気も治せるんじゃないかという期待があっただろうとは思いますね。この辺りのマリアの難病に関しては過去に別の動画で詳しく語ってますので、そちらを参照していただければと思います。はい、お願いします。そんな難病を抱えたマリアなんですけれども、ジェラルドと2人穏やかで静かな日々を楽しんでいたというふうに言われています。そこから12年の歳月が流れるんですね。12年。マリアが12歳になります。その12年の歳月を経てもなおマリアの病気は治ってないんですね。で徐々に体は弱っていきます。ジェラルドとしては結構焦ってただろうね。確かにね、12年もマリアちゃんの病状が全然回復傾向にならない。でまだまだその解決の糸口も見つからないという状況で、自分の実力をもってしてもこの病気は治らないかもしれない。そんな不安がよぎってくるよね。ジェラルドにとってはマリアって唯一の肉親なんだよね。マリアの両親についてって詳しく語られないんだけど、ジェラルドがそういう風に言っているんで、マリアが12歳になっている時点でアークにはいない可能性が高いんですよ。そうなんだ。だから余計ジェラルドはもうマリアに対する愛情っていうのが深いわけなんだけど、これはもう明智の妄想になっちゃうんだけど、ジェラルドってもう研究者じゃないですか。基本的には研究一筋の人生だったんじゃないかなって俺は思っていて、このマリアっていう存在がアークで生まれて、アークでしか生きられないことによって、常にこう近くに感じるわけだよね。そうするとなんかジェラルドにとってはもしかしたらマリアって初めてこう家族への愛を身近に感じた存在だったんじゃないかななんて妄想もしてました。なるほどね。逆に地上だったらその研究施設と自宅っていうので離れて生活しなきゃいけないような状況だけど、この宇宙空間スペースコロニーという環境がそのマリアちゃんとジェラルドをすごく身近にさせてたんじゃないかっていうことも考えられると。考えられますよね。確かにな。だからなおさらこうジェラルドにとってはマリアっていう存在が特別だったんじゃないかなと感じてます。ただでさえ孫娘なんて可愛いのにそんだけ身近だったらもう出来合いですよね。実際そうだったらしいですけどね。なるほどなるほど。はい。そんな折ですね、当時の大統領からジェラルドのもとに極秘の研究依頼要請の書状が送られてきます。極秘の。その中身がですね、不老不死の研究に着手せよという指令だ。広大な依頼。
はい。初めはジェラルドは人間の部を超えるとして、堅くなに拒否をしていたんですよ。確かにね。不老不死は人間が手を出していい領域じゃないぞということで拒否してたんですけど、マリアですね。一向に回復の見込みが立たない。12年進展がない。この状況に相当焦っていたジェラルドは、悩みに悩んだ末、そのプロジェクトへの協力を承諾していくんですね。ジェラルド的にはもちろん簡単に首を縦に振るわけにはいかなかった人の部を超えてしまう、そういう依頼だったわけだけど、マリアちゃんの存在がイエスと言わせたというか、渋々というところがあったのかな。そうだね。ジェラルドの中ではすごい葛藤があったと思います。実際一度はね、人間の部を超えるとして拒否もしてたわけですし、確かに。ジェラルドの研究者としての矜持だったり、人としての道理は外れてはならないっていう、理性があったと思うんだけど、マリアを救いたい。この一心だよね。ここが人の部を超えるというところに向かわせる覚悟をもたらしたんだね。なるほどな。こうしてプロジェクトシャドウが発足します。プロジェクトシャドウに関しては過去に別の動画で詳しく解説しているので、そちらもぜひ見ていただきたいんですけれども、今回もプロジェクトシャドウの内容が関わってくるので、そちらの内容をなぞりながらこの後ジェラルドの人生について見ていきたいと思います。はい、お願いします。で、このプロジェクトシャドウの発足っていうのがジェラルドの人生にとって大きな転換点になっているんですよ。つまり人間の部を超える研究へ足を踏み入れる、これまでの天才科学者ジェラルドが踏み入れてこなかった領域に行くぞという、この転換点、マリアを苦しみから救いたいっていうこの思い、覚悟がジェラルドを研究者として一歩進ませてしまったと。その進んだ一歩が正しい一歩かどうかってのはこの時は分かんなかったってことやな。そうだね。少なくともこれまでのジェラルドの生き方とは違う、ちょっと歪んだ部分が出始めるということですね。なるほどね。プロジェクトシャドウの目的っていうのは、不老不死の究極生命体を生み出すことなんですね。不老不死の研究に着手せよという指令だったんですけど、不老不死の究極生命体を生み出そうというのがプロジェクトシャドウの目的なんですよ。でそのジェラルドはその研究成果を応用してマリアの病を治せるんじゃないかと期待したんですね。なるほどね。この政府が言っている計画に参加することによって究極生命体が生み出せる。その究極生命体を生み出した結果を応用してマリアの病を治そう。これがジェラルドの目的ですね。なるほどな。不老不死の研究をマリアちゃんに生かそうっていうね。この構造を理解しておくとこの後の話が分かりやすいんじゃないかなと思います。なるほど。究極の生命体を生み出すにあたり、ミスティックルーインとか、エンジェルアイランドっていった古代文明研究にも明るかったジェラルドは、無限の力を生み出す宝石、カオスエメラルドの力に注目していくんですね。ここでカオスエメラルドとかも絡んでくるんだ。ジェラルドはもともとそういった古代のテクノロジーにも精通してましたから、カオスエメラルドの力を使えば究極の生命体に近づけるんじゃないか、そう考えたんでしょうね。なるほど。ジェラルドはカオスエメラルドの研究を進める中で、アークの最新部にエンジェルアイランドのエメラルドの祭壇のレプリカを作成してるんですよね。ゲームで終盤に出てきた。はい、ソニックアドベンチャー2でラストストーリーバイオリザードと戦う際に出てくるフィールドですね。あれはジェラルドがカオスエメラルドのパワーを少しでも引き出そうと思って、作り出した空間なんですよ。そんなようにジェラルドっていうのは古代文明にすごく精通してたんですね。なるほどな。そしてそのカオスエメラルドの力を応用してまず生み出したのが携帯式疑似永久装置カオスドライブですね。カオスドライブ。ソニックアドベンチャー2で敵の軍のロボットを倒すと出てくるカラフルな筒状のアイテム。あれがカオスドライブなんですけど。サイリウムみたいなやつね。あれもジェラルドがプロジェクトシャドウの中で作り出したものなんですね。あれもジェラルド製なんだ。そうなんですよ。なるほど。どういうものかというと、生体組織にエネルギーを転送する手段としてまず設計されます。カオスドライブを使って、生物に永久的にエネルギーを供給するみたいな、そういうものとしてまず設計をするんですね。ただなかなかうまくいかなかったらしく、後に軍のロボットの動力源として転用されていくわけなんですよ。なるほど。生物への利用はうまくいかなかったけど機械への利用はうまくいったっていうので軍に利用されていった。そうなんですね。なのでゲームでは軍のロボットを倒すと中からカオスドライブが出てくるっていう構造になってるんですけど、このなぜ軍に提供したのかっていう話も一応解説をしておくと、先ほどそのアーク建設の経緯は詳しくはわからないけど、おそらく連邦政府とのやり取りがあって、その支援を受けてジェラルドがアークで研究ができてるんだよっていうような話をしたじゃないですか。そこには軍も絡んでいて、アークの治安維持とかにも軍は協力しているんですね。でそういうこともあって
軍に兵器や軍事テクノロジーを提供するっていうのもジェラルドにとっては一応仕事の一つだったんですよ。ああ、なるほど。明智の考察なんですけど。軍もスポンサーだからちょっとよいしょしとこうみたいな感じかな。そうですね。なるほど、なるほど。だからジェラルドは研究の中で生み出したものっていうのを軍にも提供しておくことで、その見返りとして支援費をいただいたりとか、そのアークの維持を任せていたりとか、そういう風なウィンウィンの関係を一応作っていたという背景があります。なるほどな。なのでこのカオスドライブも軍用として転用されていくんですね。なるほど。続いて生み出されたのは人工カオスですね。人工カオス。はい。ソニックアドベンチャー2でスペースコロニーアークの中に登場していたカオスに似たブヨブヨしたエネミーですね。あれもプロジェクトシャドウの中で生み出された存在ですね。あれもジェラルド製。はい。人工カオスのおでこのところをよく見ると赤と黄色の紋章みたいなのがついてるんですけど、これはもうまごうことなきプロジェクトシャドウのマークなんですよ。なのでプロジェクトシャドウで生まれた存在なんだっていうことがここでもわかるんですね。なるほどね。で人工カオスっていうのは究極生命体製作の副産物としてその過程で生まれた存在なんですけど、一応古代の文献に登場するカオスエメラルドの守護者カオスですよね。これを参考にしたっていうことがはっきり語られています。なるほど。でカオスによく似た液状で変幻自在な体を備えてますよね。でこの人工カオスっていうのはそのカオスドライブを利用して動いているんですけど、半分機械で半分生命体みたいな存在なんですよ。人工カオスは。人工カオスの頭の部分、コアは機械。それはカオスドライブで動いていて、でこう水みたいな風になっている部分っていうのは一応生命体なんじゃないかなと、これは考察も入るんですけど、その機械と生命が合わさったような人工カオスが生まれたことによって、カオスドライブを生命の方にも転用する、実験として生まれたみたいな存在なんですね。だからちょっと段階的に進んでいくんですよ。なるほどな。機械はいけたから、今度ちょっと機械と生物の半々だったら制御できるんじゃないかということで、だんだん生物に近づけていってる感じだ。そうですね。なるほど。でそのサンプルとして生まれたのが人工カオス。ですね。でこの人工カオスを使ってさまざまな生物実験を行っていくんですけれども、それの一方で軍の方もですね、カオスエネルギー、カオスエメラルドのパワーを利用した生物兵器を欲してたんですよ。なんでっていう話なんだけど、生物兵器が欲しいという注文があったらしく、それも人工カオスを使って提供していくんですね。なるほど。で実際アーク閉鎖後も防衛兵器として残っていたのは、軍に明け渡していたからっていうことが明かされてます。軍事力として人工カオスが使われ始めちゃってるというか、軍はそういう利用の仕方をしてるわけだ。そうですね。なるほど。ゲームをプレイしたことのあるプレイヤーって人工カオスに結構苦しめられたと思うんですよ。強いんだよね、普通に。強いんですよね。軍事兵器としても遺憾なくパワー発揮してるんですよ。確かに。めちゃくちゃ恐ろしい敵なんですけど、マリアちゃん曰く人工カオスはちょっと可愛いらしいです。どういうセンス？そうなんだ。ちょっとキモ可愛い系が好きなんですよ。そうなんね。なるほど。プニプニしたフォルムがお気に入りなのかな？なんかそうらしいですね。独特のセンスを持っている12歳。確かに。で、マリアはその人工カオスの姿を見たときに、なんだかすごく悲しい目をしている気がするみたいなことも言っていて、人工カオスの中の、生命の部分を感じているのか、それともちょっとやるせないよね。機械と生命の合体というか、ちょっといびつな生命体じゃないですか。確かにね。そういったところに思いを馳せていったのかもしれないし、マリアちゃんの優しい気持ちみたいのが、見え隠れするエピソードですよね。なるほどな。悲しい目をしていると。そのようにカオスドライブ、人工カオスとプロジェクトシャドウの中で段階的に生命エネルギーの研究っていうのは進んでいくんですね。でその最中軍事力への加担もしていってしまうんですよ、結果的に。カオスドライブも人工カオスも軍の兵器として利用されていく。ただ研究を進めるためにはそういった軍との協力も不可欠。この間でジェラルドはすごく葛藤してたはずですよね。ジェラルド的には人々を脅かすような兵器とかの転用は望むところではなかったってことだよね。でも軍との協力関係を保つためにも軍事力の提供というか、ある程度進捗を出すみたいなことが求められてたわけだね。そうだね。なるほどな。研究のリーダーでもあるからそのあたりの判断っていうのはジェラルドに委ねられていたということで、ジェラルドは基本的には平和主義者ですから、その軍っていうものも基本的には平和を守るための組織として存在するけど、やはり大きすぎる力の危険性っていうのもジェラルドは知っているので、そこの危険性に気づいていないわけはないんですね。
ただ、状況的にはそういった軍と研究の間で、綱渡りをせざるを得ない状況だったという、苦しい状況ですね。確かにジェラルドにとっては。なるほど。ジェラルドも研究を続けるためには軍の肩を持つしかなかったという葛藤の中で過ごしてたわけだね。そうだね。ここからはもうはっきり考察なんですけど、カオスドライブについてもしかしたらジェラルドは軍に研究成果の全てを伝えなかった可能性があるなっていう話なんですけど。はいはいはい。ってこと？カオスドライブは生体組織にエネルギーを移送する手段として設計されて、それがうまくいかなかったから軍のロボットの動力源として使ったっていう説明をしましたよね。ただですね、実は生体組織への転送もできてたんですよ。そうなの？これなぜかというと、皆さん思い出してください。カオスドライブってチャオに与えてますよね。確かに喜んでなんか栄養摂取してたかもしれない。チャオもそうなんです。はいはい。チャオという生命体にエネルギーを与えてるんですよ。だからそれを知ってたのにもかかわらず研究成果の全てを渡す筋合いはないと。だから断片的に機械に転用できましたよっていうところだけを伝えて、実は生命に転用できるということは隠したんじゃないかと。なるほど。そういうジェラルドなりの抵抗も会話見えるんですよね。はいはいはい。確かにね、チャオに与えられるもんね。そうなんですよね。だからカオスドライブ実は生命に転用できてたんですよ。なるほど。これはもしかしたらチャオっていう生命体がすごい特殊で、チャオだけが吸収できるっていう可能性もあるんですけど、ジェラルドはそれに気づいてなかった可能性もあるんですけど、ちょっとそういうことも考察できるなというところですよね。面白いね。なるほどな。詳細は省くんですけど、この辺りでギゾイド、エメルですね。シャドウジェネレーションズのプロモーションビデオでも登場して話題になっていたエメルの発掘もこの辺りで行われています。そうなんだ。で、エメルの研究もプロジェクトシャドウとは別に同時並行で行っていくんですね。で、その他、ソニック・ライバルズというゲームで登場する異世界の存在とか、イフリートというモンスターについてもジェラルドは知っていたらしいですね。この辺りに関しては、考察になっちゃうんですけど、そのプロジェクトシャドウを続けるためにいろんな手札を用意して、とにかく何かマリアを救うための手がかりになれば、ないしは軍や連邦政府と取引をするための何らかの手札が得られればということで、ジェラルドなりにいろいろ手を出していたんじゃないかなと推察はされます。なるほどな。そうこうしている間に究極生命体プロトタイプバイオリザードが誕生します。出たね。ようやくですね。バイオリザードっていうのはもうトカゲを素体とした基本的には完全に生命体なんですよね。でそこに永久装置という背中に機械をくっつけて、それで無限のエネルギーを供給されているっていうような存在なんですけど、人工カオスと違って半分生物半分機械じゃなくてもう完全に生命体として誕生しています。でプロジェクトの成果に歓喜するんですよね、研究室は。そっか。やったぞと、成果物ができた、究極生命体のプロトタイプではあるけれどまずできましたという状況で、みんな喜びます。確かに大きな一歩ではあるよな。プロトタイプとはいえ究極生命体の第一歩というか、かなりこれは大きな進捗だよね。ただバイオリザード徐々にコントロールが効かなくなり、成長が予想より早かったんですね。でものすごいパワーを秘めている、コントロールができないという状況に危機感を覚えた研究者の仲間たち、研究の続行を不安視するものも出てき始めます。そんな中研究者たちはレポートを書きながら、バイオリザードの成長記録を取っていくんですね。ジェラルドとしてはバイオリザードが生まれたことっていうのはめちゃくちゃ嬉しいわけですよ。確かに。もう少しで究極生命体が生み出せれるかもしれない。でこの調子でいけばマリアの病気も治せるかもしれない。そんな嬉しい感情が大きかったと思うんですけど、そんな中でもコントロールが効かなくなってしまったっていう事実に冷静に向き合っているジェラルドもいるんですね。チームと協力をしながら、今の現状を冷静に見ていって、場合によってはちょっとペースを落とした方がいいよねというようなことを、冷静に判断しているということで、研究者としての理性ですよね。マリアを救うために一歩踏み出したジェラルドではあるんですけれども、やっぱり根本的には研究者科学者としてのその理性はしっかり残っていて、冷静に研究を進めていって。なるほど。なんですね。これがマリアちゃんの病を治すきっかけになるっていうのが希望の光が見えた時点でね、普通だったらなんかそわそわしちゃうというか、急いで研究進めようってなりそうなもんだけど、レポートとか見る限りはかなりジェラルド的にも冷静に、でも確実に一歩ずつ研究を推し進めてる様子が垣間見えるっていう。ということですね。なるほどな。ただですね、この研究の進捗が芳しくないぞ、なかなか進んでないぞっていうのも事実あったり、あとはコントロールが効かなくなってるらしいぞっていう
噂が流れたのかわからないですけれども、軍の上層部なのか政府の上層部なのか、そこからの圧力でプロジェクトの続行が危ぶまれてしまうんですね。このプロジェクトは危険だから凍結した方がいいんじゃないかという論調が強まってきます。ジェラルドにとっては凍結されてしまったらもう希望が絶たれてしまうので、確かに。どうにかしてプロジェクトを続けたい。そういった中で先ほど話したギゾイドですね。古代の戦闘兵器ということで研究を続けていくんですけれども、これをこう軍に渡したり、賄賂に使ったりするんですね。でこのギゾイドもすごい危険性をはらんだ兵器ではあるんですけど、それを軍に差し出すというリスクを冒してまでも、研究を続けていくということで。これはすごい綱渡りというか、ジェラルド的にも葛藤あっただろうね。それをやらざるを得ない状況に追い詰められていた中、なかなかこうバイオリザード以降の成果が出てこないんですね。でここからちょっと突飛な話に聞こえるかもしれないんですけど、シャドウ・ザ・ヘッジホッグで描かれたお話なんですが、50年に一度の周期でこの星、ソニックたちの世界ですね、に接近するブラック彗星というものが唐突に現れます。ブラック彗星。このブラック彗星には戦闘種族ブラックアームズという、エイリアン住んでるんですね。シャドウ・ザ・ヘッジホッグにおける敵組織なんですけど、このブラックアームズの首領ブラックドゥームとジェラルドが接触を果たすんですね。どうやったのかは知りません。ただこのブラックドゥームっていうのは、不老不死の完全生命体と呼ばれている存在なんですよ。だからもうブラックドゥームという得体の知れない悪の戦闘種族、こいつと接触してでもこのプロジェクトを完遂させなきゃいけないと。ジェラルド思い切ったね。めちゃくちゃ思い切ってる。すごいことでしょそれって。エイリアンと接触してでもっていう話でしょ。何が起こるか全くわからない、本当だね。でジェラルドはブラックドゥームと接触した後、彼の生命力を分けてもらう。これが血なのか細胞なのかちょっとよくわからないんですけど、それを分けてもらう代わりに50年後にまたブラック彗星がこの星に近づいた時に、7つのカオスエメラルドを差し出すっていう約束を交わすんですよ。できる？渡せるかな？その渡すために要は生み出される究極生命体を使おうっていうことですよね。この究極生命体が生まれればそれはたやすいよねっていうことで、約束をしてしまうと。なるほど。でこの7つのカオスエメラルドを手に入れてしまったら悪の戦闘種族何をしでかすか分かんないですよね。いやほんとそうだよね。めちゃくちゃ危険だよね。そんな交渉していいのか。ただそれをするんですね。ジェラルドマッドサイエンティスト。いやほんとそうだよね。これやばくないですか？結構これはジェラルドが一番やばいことをしたピークですね。なるほど。今まではなんとかこう人間の部の中でやってたなっていう気はするけど、ここに来てもう訳のわからない生命体の力を借りて、でも研究を進めようとしたんですね。50年後だからカオスエメラルドまず全部渡さないといけないし、そのエメラルドを使われてなんかされちゃうかもわかんないし、これは言うなればだから人類の未来をそのまま差し出す賭けに出たみたいな感じですよね。そういうことです。もう本当に言葉通り悪魔に魂を売った、みたいな。マリアのために。マリアのためだけどジェラルドやってんな。ちゃってますよね。なるほどな。もしかしたらでもこんな厳しい状況、もう本当に悪魔に魂を売ったっていいっていうジェラルドにとってはまがまがしいブラックドゥームさえ天使に見えたかもしれない。その思い切りですよね。なるほどな。冷静ではいられなかったところもあると思うしね。確かにね。こんだけ手を尽くしてるのにマリアちゃんに全然進捗を出せないというか、病がどんどんね軍の圧力もかかってくる。もう後がないって追い込まれてたのかな。その結果究極生命体シャドウが誕生します。ここからなんだシャドウは。シャドウはこういう経緯で誕生していくんですね。なるほどね。ブラックドゥームの細胞なのか血なのかから生まれてるってことか。そういうことですね。なるほどね。とんでもない賭けをしてしまったジェラルド、何も手を打ってないわけはなく、しっかりですねジェラルドはそのブラックドゥームが50年後に現れた時のために、布石を打っていました。これがかの星をうがつものエクリプスキャノンなんですね。これがエクリプスキャノン。ソニックアドベンチャー2ではエッグマンが派手に月を半壊させてたエクリプスキャノンなんですけど、めちゃくちゃなシーンでしたあれも。これはですね
一応そのブラック彗星が50年後に現れた時に、そのブラック彗星を破壊するためにジェラルドが用意した兵器だったんですね。はあ、そういうことなんだ。そういうことだったんです。はい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 。だからあれだけ大規模な兵器をなぜアークに用意していたのかっていうと、ブラック彗星のためなんですよね。そういうことか。星をうがつものっていうのは彗星をうがつっていう意味だったんですね。そういうことです、ね。なるほどな。まあこれ後付けなんですけど、まあ一応今の生死としてはそういう扱いになってます。ああ、なるほど。はい。そうして生まれたシャドウ、でマリアとも友達になり、アークの施設内で育っていくんですけれども、ジェラルドとしてはもう究極生命体生み出したので、プロジェクトシャドウを完遂してるんですよ。はあ、まあそうなっちゃうか。実は、プロジェクトシャドウっていうのはもともと究極生命体を生み出すことが目的なので、もうできましたよって伝えた時点で終わるんですよ。はいはいはい。ただ思い出してください。ジェラルドの本当の目的は、このプロジェクトシャドウの成果物を応用してマリアの病を治すことなんですよ。そういうことだよね。だからここからジェラルドは裏ミッションが始まってるんです。プロジェクトシャドウが終わりましたと。ただこのプロジェクトシャドウが終わったことをバレずにマリアを治さないといけない。そういうことだ。こういう事態に発展するんですね。なるほど。ただなかなかこれがうまくいかないと。せっかくシャドウは不老不死の究極生命体として生み出されたんだけど、マリアの病気を治すための転用がなかなかうまくいかないんですよ。そうなんだ。これなぜうまくいかないのかわからない。シャドウも焦ってたね。なんでうまくいかないのかわからないんだけど、まあおそらくはそのブラックアームズ、ブラックドゥームの血だったり細胞がこう人間の方にはうまく転用できないんじゃないかな。ああ、なるほど。ここがまあ新たな問題として浮上するわけですよ。ただいたずらに時が過ぎる。タイムリミット迫ってます。もうプロジェクトはとにかくもう早く凍結したいっていう思いで圧力をかけられていて、いつシャドウがバレるともわからない状況。急げ早くマリアを治さなきゃっていうこの焦りの中。焦るね。時だけが過ぎていくと。そうしたらですね、なんと軍にかつて賄賂として提供したあのエメルがですね、ジェラルドがあんなにエメルは危険だから気をつけて扱えよって軍に言っていたんだけど、軍はその忠告を無視して、エメルにどんどん力を与えていっちゃうんだよね。でそのエメルが力に耐えきれなくなって暴走して、アークを襲撃してしまうんですよ。おいおいおい、軍やってんな。そのアーク襲撃によって、これまでの研究資料も含めて、アークは壊滅的な被害を被ってしまうんですね。そうなん？なんとかこう研究員たちの活躍によって事態は収まったんですけど、もうとんでもない惨状がそこに残ってしまった。やってくれたの。軍的にはもうだからアークごともうなくしてしまえというか、もうとにかく早くプロジェクトを収めたいから、結構強硬な手段に打って出たのかな。これがどういうね、そのいきさつで発生した事件なのかっていうのは詳しくは語られていなくて、単純にエメルが暴走したっていう話になってるんですけど、ここがですね、シャドウジェネレーションズのプロローグアニメとして描かれるということですごく話題になってるんですね。そうか。まさかこのシーンが詳しく描かれるとは、ということなので、これはもう続報に期待ということなんですけど。なるほど。今まで知られている情報としては、ここに留まっています。へー。ただですね、もうジェラルドがその焦りの中でなかなかうまくいかないという状況で、さらに追い打ちをかけるようにこれまで綱渡りをしてきた危険かもしれないこの軍事利用できるテクノロジーを軍に渡していた、これのツケが回ってくるんですね。どんどん悪い方向に進んでいきます。どんどん軍事利用されちゃってるわけだ。ジェラルドの忠告も聞かずに。なるほどね。バイオリザードがコントロールできなかったことだったり、このエメルの暴走だったり、人工カオスも一度暴走してしまったりしてるんですね。そうなんだ。これはシャドウ・ザ・ヘッジオークの方でも描かれたりするんですけど、こういった度重なる事故が引き金となって、アークはやはり危険だから、もう強行的に封鎖しよう。アーク封滅作戦、実行されてしまうんですね。ここでか。なるほどな。そしてこのアーク封滅作戦というのは、軍がアークを封鎖することを目的としている作戦なんですけれども、ジェラルドの研究が危険だから、その危険な研究から人々を守るためにやってますよという建前で行われるんですね。で、悪者はもうジェラルドという形でもう責任者として仕立て上げられてしまうんですよ。確かにジェラルドの研究によって生まれた者たちが原因ではあるんだけど、それをもう全投げなんですよ。全面的にジェラルドが悪いぞ、こいつが首謀者だみたいに仕立て上げられちゃってるってことだよね。仕立て上げられてしまうんですね。でジェラルドは拘束されてしまいます。まずい。プロジェクトが止まったらマリアちゃんの病気の研究も止まるし、絶望的な状況ですね。絶望的な状況で、そこでジェラルドはどうしたかというと、せめてマリアが
このアークから逃げ出してくれればまだ希望はあるかもしれない。でシャドウも見つかってはいけないよね。確かに。でマリアとシャドウを一緒に脱出ポットに向かわせるんですね。で2人で地上に逃げてくれれば、マリアは地上に降りてしまうと病気が悪化してしまうので、寿命が縮んでしまうし、すごく危ない状況にはなるけれども、ここで捕まるよりはマシだということで、地上に逃がそうとするんですが、軍の兵士に追われてですね、シャドウを逃がそうとしてマリアは軍の兵士に撃ち抜かれてしまうんですね。そうなんだよな。そしてシャドウだけが地上に逃げていくと。で他の研究員たちどうなったかというと、ジェラルドはみんなが拘束されて自分と同じように捕まるぐらいに考えていたんですけど、そうはならずに全員殺されるんですよ。むちゃくちゃだよ軍は。で研究施設ごとアークは全て凍結されてしまって、で今回のこの事故というのはバイオリザード、このプロジェクトシャドウによって生み出された化け物によって行われた生物災害ですよと。実験生物の暴走が引き起こした悲しい事故によって研究員たちは命を落とし、それから守るために住民たちは地上に降ろされ、そしてその首謀者であるジェラルドは捕まったという、そういうことにされたんですね。もう闇深案件すぎんだよなこれな。軍恐ろしいよ。これがアーク不滅作戦なんですよね。過去動画でもねちょっと触れてくれてたけど、恐ろしい事件だよね。こんな悲しい事故が起きてしまった。これは一体誰のせいだったのかということですよね。で全ての責任をなすりつけられたジェラルドはプリズンアイランド、ソニックアドベンチャー2でも舞台になった島ですね、こちらの牢獄に収監されます。で収監された後も政府としてはプロジェクトシャドウって終わったって気づいてないので、プロジェクトシャドウを終わらせようと研究を続けさせるんですね。あくまでもアークを終わらせたかっただけだから、この研究は続けてほしいっていう思惑がまだあって、ジェラルドにはそれを続けさせるんですよ。ひどい話だね。研究施設も奪っといて。でジェラルドは、みんな無事かな、大丈夫かなっていう不安の中、研究を続けていく。ただですね、マリアが事故で死んだという知らせを受けます。絶望ですよね。本当だね。本当にこのためだけに頑張ってきたのに、マリアは死んでしまっていた。しかもこのマリアを死に追いやらせたのは、ずっと治したかった病ではなくて、人の手によってなんだよね。いや本当皮肉な話だよな。これまで全てを投げ打って、本当に全てを投げ打って人類ごとかけてマリアちゃんの病気を治すために奔走してきたジェラルドだったけど、最後マリアちゃんが命を落とすのは人の手によってって、こんな皮肉な話あるかってことだよな。本当にもういたたまれないよね。どんな気持ちでこの物語を見ればいいのか、本当だよなくらいの、皮肉と悲しい悲劇ですよね。でジェラルドは、人類のためにやってきた研究、それを、全て失う。そして自分の人生をかけて救いたかったマリアも失ってしまう。全てを本当に失ってしまう。本当だね。そんなジェラルドが正気でいられるはずもなく、もう復讐心にとらわれてしまうんですね。おかしくもなるわな。そしてジェラルドはその続けていた研究の過程で、シャドウの研究もしていたんですけど、そのシャドウの記憶をコントロールして人類復讐計画を企てるに至ります。なるほどね。その人類復讐計画っていうのがソニックアドベンチャー2のラストで明かされる、スペースコロニーアークを地球に落下させるっていう計画なんですけど、その計画の話を牢獄でしたところで、軍によって最終的には処刑をされて、ジェラルドは命を落としていくんですね。もうこんな終わり方あっていいのかよ。かわいそすぎるよジェラルドが。ジェラルドは救いがないよね。人のために頑張ってさ、で可愛い孫娘マリアちゃんの病気を治すために本当に一生懸命頑張ってきて、でもその研究を続けるためにいろいろ綱渡りのところもあったけど、こんなラストなん？ちょっとこれもうマジで信じらんねえよ。そういう物語が、過去描かれてきたんですね。で結局ジェラルドっていうのはその後50年間にわたってアーク事件を引き起こした世紀の大犯罪者として歴史にその名を刻むことになったと。そうなんですね。ということでプロフェッサー・ジェラルドの生涯について解説させていただきました。ありがとうございます。このジェラルドという天才科学者が大犯罪者として処刑され歴史に名を残していくというこのヒストリーね。しんどいね。ジェラルドがかわいそすぎて。
いろいろな思いがあって、本当にいろんなことをしていたんだけど、最終的には本当に全てを失って、無念の中で命を落としていった、一人の男の物語。皆さんが感じたことをぜひコメントしていただければ嬉しいです。はい、お願いします。締めの挨拶お願いします。はい、ご視聴いただきましてありがとうございます。次回もよろしく。